今回はラスベガスで無料宿泊しようという話だ。聞いたことあるよ。大金持ちの人たちはいろんなおもてなしを受けることができるということだろ。確かに、いわゆるハイローラーという人たちはいろいろな特典を受けることができる。ハイローラーといってもいろんな人たちがいる。僕の中の基準では、日本から行くときに税関申告する必要があるくらい現金を持ち込む人たちは立派なハイローラーだと思う。つまり1回の滞在で1万ドル以上のカジノ資金を持ち込む人たちだ。10万ドル以上持ち込む人たちも当然いる。このくらいのレベルの人たちは無料でスイートルームに宿泊できると思う。食事も無料だし、カジノホストに頼んで有名なショーなども最前列で見ることができるようだ。空港へリムジンが迎えに来たりするんだ。また本当かどうかは知らないが、このような人たちはカジノで負けた場合は 10% のキャッシュバックがあるらしい。なんだかすごい待遇だな。お前はそういう経験はないのか？もちろんあるわけがない。ちなみに未だかつて税関で申告をしたことがない。つまり1万ドル以上持ち込んだことはないし、たまにカジノで勝っても1万ドル以上持ち出ししたこともない。なんだか寂しいカジノライフだな。余計なお世話だ。一般的なラスベガスリピーターはこのくらいが普通だと思う。ただし僕のようなクラスのリピーターでも専任のカジノホストがいる人たちもいるんだ。そのような人たちは無料の宿泊や食事の提供も受けているようだ。お前にはカジノホストはついていないのか？ついていない。でもお願いすれば頼める時もあると思う。ただし少し問題があるんだ。宿泊などをカジノホストを通じて頼んだとしよう。すると当然ながら滞在中に宿泊しているホテルや系列のホテルである程度カジノをプレイすることが求められる。そうなのか。滞在中にずっとカジノをプレイするか見張られているわけではないんだろ。見張られてはいない。ただしプレイヤーズカードによりプレイ実績が詳細に把握されているんだ。プレイヤーズカードってなんだ？それぞれのカジノや系列のカジノなどで無料で発行できるカードだ。例えばスロットをするときにこのカードを差し込んでプレイすると何ドル分スロットを回したかが記録されるんだ。スロットに差し込むと現在のポイント数などが表示されたりする。またブラックジャックなどのテーブルゲームではプレイする前にカードをディーラーに渡すとプレイ時間や平均ベッドの金額によりプレイ実績が記録される仕組みになっている。カジノ側は全てお見通しというわけだな。そうなんだ。なので滞在中にある程度はプレイ実績をカジノホストへ示す必要がある。ハイローラーの人たちはプレイ時間は少なくても大金をかけるんであまり気にしていないかもしれない。僕のような一般庶民は何度もカードをスロットに差し込んでポイントを確認したりしている。この仕組みは何かと似ているなと思った。そう、航空会社のマイレージの仕組みと似ている気がする。ものすごくポイントを貯めるとより良いサービスを受けることができるところなんかは航空会社のマイレージとよく似ているな。でも無料宿泊するためにカジノに宿泊費以上の金額を突っ込むことは本末転倒じゃないのか？そういうところもあると思う。ただ必要以上にカジノをプレイしなくても無料宿泊できる方法があるんだ。なんだ、それを早く教えてくれ。
それにはプレイヤーズカードのステータスの制度を利用する。今回は僕が利用しているシーザーズリワードの仕組みで説明しよう。シーザーズリワードではリワードクレジットとティアクレジットという2種類のポイントの仕組みがある。リワードクレジットはレストランの支払いや宿泊費の支払いに現金の代わりに使用できるポイントだ。もう一つのティアクレジットというのが会員のステータスの判定に利用されるポイントなんだ。現在ではこのポイント数によりこのようにランク分けされている。参考までに僕の持っているステータスは左から3番目のダイヤモンドなんだ。ということは1万5,000以上のポイントを貯めているわけだな。このポイントは失効しないのか。失効するんだ。ポイントを貯めた翌年の1月1日にはゼロになるんだ。それじゃあ毎年貯める必要があるのか。このポイントはゼロになるが、ステータスの有効期限は取得した年の2年後の1月末までなんだ。翌年は丸1年カジノでプレイしなくてもステータスは継続されるんだ。つまりステータスの有効期限ギリギリの1月中に滞在して再度ダイヤモンドのステータスを取得すれば、そこから丸2年間はステータスが有効となる。その後2年間はカジノのプレイ実績を全く気にしないで無料宿泊の恩恵を受けることができる。昔は2年後の3月末までだったんだが、このルールもそのうち解約されるかもしれない。それでお前の持っているステータスで無料宿泊できるのか。基本的には滞在中5泊までは無料で宿泊できる。ちなみに2023年の4月5月はこのような状況だ。コンプと表示されている日は無料で宿泊できるんだ。最近はアメフトのチームができた影響もあるかもしれないが、週末は無料でない日が多い。昔はほとんどの日が無料となっていたように思う。何事もルールはどんどん解約されることが多いな。ちなみにシーザーズリワードのステータスはラスベガスでは次のホテルで利用可能なんだ。シーザーズパレス、プラネットハリウッド、パリス、最近バリーズから名前が変わったホースシュー、クロムウェル、フラミンゴ、リンクホテル、ハラーズ、リオオールスイートと現在9カ所のホテルが系列となっている。また有名なところでは MGM 系列のホテルがたくさんあるが、こちらは M ライフというカードがあり少し違うルールで運用されているが、ステータスによりサービスが違うところなどは同じ仕組みだ。シーザーズリワードで左から2番目のプラチナムというステータスでは無料宿泊はできないのか。プラチナムでも無料宿泊できる場合もあるんだ。ただしリゾートフィーは請求される。僕がよく宿泊するプラネットハリウッドでは1泊につき$50以上するようだ。リゾートフィーとは何だ。ホテルのサービスや施設の利用料金に当たるらしい。部屋で利用できる Wi-Fi などもこれに当たるとされている。昔はこのような制度はなかった。なんで最初から部屋代と一緒に請求しないんだ。見かけ上の宿泊代金を安く見せかける効果がある。なんだか詐欺のような手法だな。僕の持っているダイヤモンドのステータスだとリゾートフィーは無料なんだ。なるほど。プラチナムよりはお得度合いが少し高いわけだな。他にもお得なことがあるのか。あとは年に1回系列ホテル内のレストランなどで使用できる$100のディナークーポンがもらえる。他にもいろいろとあったが解約されて利用できなくなったものがある。毎月2枚系列ホテル内のショーのチケットを無料でもらうことができていた。前回もらおうとしたんだがもらえなかった。ルールが解約されたようだ。
またホテル内のラウンジで無料の軽食や飲み物を楽しむことができていたんだが、どうもこのルールはより高いステータスでないと利用できなくなったようだ。どんどん解約されているようだな。解約といえば、ホテルにも夜が駐車場の利用が有料になった。昔はどこのホテルでも気軽に無料で駐車できていたんだ。今はダイヤモンドのステータスがあれば、シーザーズ系列のホテルは無料で駐車できる。そのうち無料の宿泊もできなくなるんじゃないのか。無料の宿泊ができなくなったら、このステータスを持つ意味はなくなると思う。次回はお得にダイヤモンドのステータスを取得する方法を説明しよう。なんか特別な方法があるようだな。よろしく頼むぞ。